皆さんどうもこんにちは、富田海斗です。普段は音楽プロデュース、作詞作曲編曲、音楽講師などをやっております。今日はですね、僕あんま聞いたことそういえばないなと思って、藤井風さんの死ぬのがいいわという曲を聴いていきたいと思います。藤井風さんはね、僕同じ年の同じ月に生まれたらしく、血液型とか身長とか全部一緒だったんですけど、藤井風さんがね、こう活躍されてるのが自分のことのようにいつも嬉しく YouTube とかでも見てたんですが、今日初めてこのチャンネルで取り上げたいと思います。ちょっとじゃあ聞いていきましょう。レッツゴー。おお、なるほど。全体的に R&B でもよくあるコード進行なんですけど、7度フラットをベースとしたコードだと思うんですよね。これこうだ、多分。なんて説明するんだろうこれ。まあ7度フラットの属七って言っちゃえば簡単なんだけど、でプラス13も入ってるんですよね。いいんだよな、マジで。アレンジがヤッフルさんだと思うんですけど、なんかね、いろんな音楽の融合が起こってる気がしてて、藤井風さんの楽曲っていうのはこの J-POP とか R&B とかの融合、ヤッフルさんがそれを汲み取ってこう現代風の、まあでもブラックミュージックっぽいけどね、現代風のアレンジに仕上がってるんで、それがね、なんかね、味が出てるんだよね、すごく。しかもこの声ねフェイクの感じとかも R&B っぽいんだよな。かっけこの下の使い方がよく言うんですけど、都会っぽいんですよね。それも藤井風さんの特徴なのかな。最近の J-POP とかって結構高いじゃないですか。高いトーンの方がこう高い音を歌うみたいなのが多いと思うんですけど、もともとはジャズとか低音がかっこよくなるジャンルっていうのが結構もともと流行りやすいんですね、都会では。田舎の方に行くとこう高くなっていくんですよ。民謡とかね。エロさが出るんですよね。この男性ホルモンが出るんですよ。低いとこっていうのは。魅力的な低音もちゃんと使いながらこう進んでいくんですね。E マイナーに転調したのかな。なるほど、めちゃくちゃ面白い。この F が出てくるのがやっぱあれなんだよな、 R&B なんだよな。ちょっとナポリとかも言うんですけど、キが E メジャーだから同主調転調をめっちゃ使うんですよね、藤井風さんは。 E メジャーから E マイナーに行くんで、ちょっとこうテンション感がグワッて落ちるんですよね。
なんかちょっとこう方言も入るから、その方言のこの省略されていく感じがなんか英語っぽいって言っていいのかな。そのなんかね、組み合わせがもう結構いいというかあとなんかね、歌の特徴として挙げられるのは、今本当にこう流行になってる J-POP の歌い手の皆さんは基本的にこう母音が日本語っぽくないんですよ。これ結構ね、発声の観点から見ても重要で、表現だけじゃなくてね、失って初めて気がつくなんて、これ日本語なんですけど、音がどんどん速くなってるんだよ、今って。こうメロディーの刻みが。それが毎回母音がはっきりしすぎるとガタガタに聞こえちゃうの。失って初めて気がつくなんて、失って初めて気がつくなんて、曖昧母音って言うんですけど、割とこの曖昧母音にどの母音もこう近づけて曖昧母音をずっと出しながらそこに子音を乗せていくみたいなイメージでやると結構こういう雰囲気になるんですよね。私の最後はあなたがいい、あなたとこのままおさらばするより、私の最後はあなたがいい、あなたとこのままおさらばするより、曖昧母音化させてるんですよね。やりすぎるとね、日本語に聞こえないからこう曖昧化させるんだけど、その中でもちゃんと日本語に聞こえるようにやっていくみたいな、そのバランスの練習をすると結構最近の曲はかっこよく歌えると思います。面白い。このベベレンゾーンめっちゃいいな。うわ、ヤッフルさんがやってきてる。ヤッフルさん結構この人間の声を電子化させるみたいなこと結構やってくる。まあそれがね、結構最近のJ-POP って言わずこの世界の最先端の音なんですよね。なんかスプラトゥーンのさみたいな感じ上がるんだねこれ。かっこいい。3度の飯よりあんたがいいのよ、あんたのこのまま。このなんか諦めムードだよね。ラジオボイスなんだ。大人だね、本当に。だからこれ都会感なんですよね。諦めムードみたいな感じも入るんだよね。こう大人の余裕って感じだけど、最後はちょっとこう上げてきてますね。最初のスタートした時のメジャーに戻して、これクラシックもそうなんだけど、大体ループさせたくなるんですよ。最初のスタートのキーで始まっていろいろ展開あるんだけど、最後また同じキーで終わらせたい欲っていうのがちょっとクラシックとかやってるとね、もうベースとしてあるんですよね。情緒がこうちょっと行ったり来たりしてるっていうのもあるかもしれないね。まあちょっとメンヘラチックなのかな。あんたとこのままおさらばするよか死ぬのがいいわとかね。それでも時々浮つく思いは、ちょっとこう闇に落ちる一連の流れをこの曲でやってるみたいなイメージ。この曲は藤井風さんの曲の中でも結構こう洋楽チックに R&B チックに仕上げられてて、やっぱりコードの展開が洋楽ってないんですよね。洋楽ってこう4つのコードループでもう最初から最後までいっちゃうとか全然ザラなんで、長いフレーズ感でこう展開がある J-POP 感っていうのはないですね、この曲は。むしろこうノリが出やすくなるように繰り返しで進んでいくって感じですね。今回ちょっと時間をとって真剣に聴けてよかったです。この後もね、たくさん聴いて楽しんでいきたいと思います。僕も今音楽プロデューサーとしていろいろ活動していまして、ちょっと今後もね、また新たな動きをしていこうと思ってるので、この YouTube もそうなんですけど、僕の音楽の方も概要欄からチェックしていただけると幸いです。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。